株じいさん。はい、皆さんこんにちは、株じいさんです。去年の北海道ツーリングを終わった後、私にとって最適な長期ツーリング用のテントはどういうものかを模索中なわけですけれども、今回はその3回目、視聴者さんの推す長期ツーリング用テントの紹介第3弾、設営撤収が超簡単なドーム型テントの紹介になります。皆さんがどんなテントを愛用されているのか、もしくはどんなテントを推しているのか、掘り下げて紹介していきます。視聴者さんの推す長期ツーリング用のテント第1弾、第2弾は概要欄にリンクを貼りました。ぜひご覧になってください。株じいさん。まずはじめに、私、株じいさんが考えている自分にとって理想的な長期ツーリング用のテントというのはどういうスペックなのかについておさらいをしてみようと思います。私の求めるテントの仕様はざっとこんな風になりますね。テントの重量は 2kg 以下。テントの収納サイズは長手方向が 40cm 以下。可能であればダブルウォール構造。私一人が眠れればよい。設営と撤収が簡単であること。長期ツーリングで持っていく荷物すべてをテント内に収納できること。これらが私の求めるテントのスペックになります。この中で1番目から5番目までの条件を満たしているテントは数多くありますが、6番目の条件、荷物をすべてテント内に収納できるテントとなると、一気にその候補は減るっていうことが分かりました。今回ここで紹介した私がテントに求めるスペックはあくまで私が求めるスペックですので、これからは皆さんが推すテントをね、それぞれ紹介していきます。中には私のね、要求をね、満たしてくれてるテントもありますし、必ずしもそうではないテントもあります。前置きが長くなってしまいましたが、それでは一つずつ見ていきましょう。株じいさん。世の中には様々なドーム型テントがありますが、今回はその中で設営撤収が素早くスピーディーにできるテントをまず紹介していきます。視聴者さんの推しテント16番目は 0g のエルチャルテンシリーズになります。私は視聴者さんの書き込みでこの 0g というブランド、そしてエルチャルテンというテントのシリーズを初めて知りました。0g を簡単に紹介しますと、韓国のアウトドアブランドで2011年に誕生しましたバックパッカーがストレスフリーで前に進めることこそ自然に寄り添うことになると 0g は考えていると書いてますね。そのため 0g にとっての軽量性は単に物理的な意味だけにとどまらず、心身ともに軽くなるほどより高く登り、より遠くへ進み、より多くの仲間へとつながること、これがカンパニーポリシーのようです。0g のホームページを見ましたところ、このようにテント、バッグ、タープ、スリーピングバッグ、クッカー、アクセサリー、シューズ、ウェアなど数多くのアウトドア系のギアを送り出しているブランドだということがわかります。今回はその 0g を代表するシグニチャーテントと言われている 0g のエルチャルテンシリーズ V2 ゼロボーン 1.5P を紹介します。エルチャルテンシリーズの名前の由来はアルゼンチンパタゴニアのトレイルにある山麓の村だそうです。エルチャルテンまでの道のりは巨大な湖やいくつもの氷河など厳しい気候の中でしか見られない大自然があります。エルチャルテンシリーズは 0g 開発者がそのロングトレイルを歩く中でインスパイアされ作られたモデルになるそうです。エルチャルテンシリーズの特徴は一言で言うとアウターポール構造、フライ、インナーフットプリントを連結して一度に設営できる一体構造の軽量ダブルウォールテントということになります。映像を見てわかる通りですね、まずフレームが一番外側にあり、その下にアウター、インナーフットプリントが吊り下げられているという構造になります。フレームの構造は独自開発のゼロボーンと呼ばれるアルミポールを2本クロスさせ、頂点部分に室内空間を拡張するためのリッチポールが備えられています。テントの材質を確認しますと、フライが15デニールのナイロン、シリコン、ポリウレタンコーティングですね。フロア部分に関しては材質の記載がありませんでした。
インナーテントは底面以外はほぼ全体がこのモノフィラメントと呼ばれる独自のメッシュ構造になっています。この素材は通気性を保ちながら結露の侵入を防ぐという素材ですね。インナー壁面とベンチレーション部分に使われているそうです。このテントの寸法を確認してみますと 1.5P つまり1人プラス半人前のスペースということで横幅が105センチ、通常の2人用ですと横幅が120センチですので若干切り詰めてですね、1人で使用する場合は横にキャンプツーリング用のバッグに置くスペースがありますね。両側に前室が備えられています。出入り口も両サイドに1箇所ずつ合計2箇所あります。あえて 1.5P というバージョンを設けているのは2人用のテントを1人で使うには大きすぎて重すぎると。しかし1人用のテントで1人で使うにはインナーテントのスペースが若干狭い。そのちょうど中間部分を狙ったニッチなテントなのではないでしょうか。重量を確認しますと総重量が 1.916g と 2kg をわずかに下回ってますね。パッキングサイズは 42cm×16cm ということでなかなかコンパクトな収納サイズです。この動画作成時点11月末の実勢価格は楽天市場にて 83,600 円でした。なかなかお高いテントです。0g の公式サイトでは 15% オフのブラックフライデーセールをやっていました。もしこのテント欲しい場合は今がチャンスかもしれません。私にはとても手の出ない価格です。このテントはアウター、インナー、フットプリント一体で広げた後フレームを組み立てて吊り下げるだけ、撤収もフレームから外して袋にしまうだけという超スピーディーな設営撤収を可能とするとても魅力的なテントだなぁと感じました。もしお値段が手の届く範囲でしたらもうポチりたい、そんな魅力的なテントですね。このゼロボーンのエルチャルテンシリーズを使っていらっしゃる方、実際の使用感をぜひコメントいただけると嬉しいです。視聴者さんのオステント16番目は0g のエルチャルデンシリーズでした。カブじいさん。視聴者さんのオステント17番目は 3FUL ギアの胎児シリーズになります。3FUL ギアは中国福建省に拠点を置く2009年発足のウルトラライトハイキングのためのギアを各種送り出しているブランドです。中国製のアウトドアギアブランドといいますとスームルームやネイチャーハイクがメジャーですが、この 3FUL ギアはモビガーデンとともに最近高品質なアウトドアギアを提供しているブランドとしてめきめきとね、日本へも進出してきています。3FUL ギアから販売されているテントやパック類は欧米系の先駆者のモデルをオマージュして作られたものが多いんですが、コストパフォーマンスが高く、そして品質が高い点が何よりも私たちにとっては魅力あるブランドです。実は私はこの 3FUL ギアのワンポール式 TP テントランシャン1を所有していますが、なかなかハイクオリティでコスパの高い優れたテントです。今回紹介する胎児シリーズの中の胎児1は先に紹介した韓国のブランド 0g が出すアウターポール式の、テントエルチャルテンシリーズをオマージュして作られたのではないかなと勝手に私は想像しています。1P を選んだ理由は一人用テントでありながらインナーテントの最大幅が110センチあるために一人で使った場合でもツーリング用のバッグ2個をインナーテント内に収納できる横幅があるからです。このように 3FUL ギアのテントは先駆者をオマージュしつつもさらに中身を煮詰めて洗練させたテントが目につきます。その構造を確認してみますと2本のアルミポールをクロスさせた完全なドーム型で、その頂点に1本の室内スペースを拡張するためのリッチポールがあります。そのドーム型のフレームの下にアウター、そしてインナー、そしてフットプリントを吊り下げているアウターポール式のダブルオールの完全自立式テントです。テントの仕様を確認しますと、フライが15デニールのシリコンポリウレタンリップストップナイロン、
インナーテントは3シーズンの場合は20デニールのナイロンメッシュ、4シーズンも選べます。この場合は15デニールのソリッドナイロンですね。総重量は 1870g2 キロを割っています。収納サイズは45センチ ×14 センチと40センチを若干上回ってますが、アウターポール式としては軽い部類に入るかと思います。テントの寸法を確認してみますと、インナーテントの全長が212センチ、横幅は一番狭い部分で70センチ、最大幅が110センチあります。このため、一人で使用した場合でもインナーテントの中にツーリング用のバッグ2個を置くことができる。一人用のテントですが幅にちょっとこだわって、エルチャルテンの 1.5P は一人プラスアルファのさらにもう少し大きいサイズでしたが、このタイジ1はそれよりは小さい。でも一人用よりは若干大きい、さらにニッチな部分を攻めてきた、なかなかなテントです。皆さんの中にはそんな10センチ20センチにこだわってどうするのって考えられる方もいらっしゃると思うんですが、ウルトラライトの世界っていうのはそういうところへのこだわりの世界だと思うんですよね。なので私としてはこのテント気に入ってます。テント設営の手順を確認しますと、アウター、インナー、フットプリント一体の膜体を広げる。次にポールを組み上げる。組み上げたポールに一体となった膜体をぶら下げる。たったこれだけですね。インナーテントがアウターテントの下にすでに組み上がってぶら下がっていますので、雨の日に設営する際でもインナーテントが雨に濡れることなく設営できます。このようにアウターポール式のテントは非常に魅力的ですね。で、このタイジ版はさらに広さ、大きさ、重さを突き詰めた非常にニッチな魅力あるテントです。ちなみにタイジシリーズには2人用のタイジ2もあります。こちらは横幅が135センチと一般的な2人用テントの横幅よりもまだ若干広いです。重量も 2.5 キロになります。タイジ1の12月初旬の Amazon での実勢価格は 25,800 円。先ほどのエルチャルテンと比べると約3分の1以下の価格帯。なんとか手の届きそうな非常に魅力あるテントですね。私は今までまだアウターポール仕様のテントを使ったことがありません。その使用感などをぜひ使った方のコメントをいただきたいです。視聴者さんの推しテント17番目は 3FUL ギアのタイジシリーズタイジ1でした。これポチっちゃいそうです。カブじいさん。視聴者さんの推しテント18番目はモビガーデンのソロ UL テント2人用になります。モビガーデンとはどういうブランドかを簡単に説明しますと、中国は深センに拠点を置くブランドです。2003年と割と古いタイミングで操業を開始しており、その後着実にテント市場でのシェアを拡大し、今では中国のテント市場ではトップシェアを誇るそうです。日本ではテイジンテックが総代理店となっており、品質への心配もありません。このブランドはなかなか特徴的なデザインのテントを数多く出しています。また、日本の気候にマッチした日本限定モデルを発売するなど、精力的な戦略を展開しているブランドです。今回紹介するモビガーデンのソロ UL テント2人用は、モビガーデンのホームページからは現在型落ちなのか出ていませんが、Amazon やアリークスプレスのホームページでは販売中の UL 系テントになります。構造としてはダブル Y 字フレームのアウターポールの下にフライシートとインナーテントが吊り下げられているダブルウォールの自立式テントになります。テントの材質を確認してみますと、まずポールが高強度の7000シリーズのアルミニウムになります。フライシートは20デニールのシルナイロンですね。インナーテントメッシュ部分は B3 高密度メッシュです。インナーテントのボトム部分に関してはそのスペックがはっきりと記載されていませんでした。フレームの構造はダブル Y 字フレームで前後非対称ですね。頭側が背が高く大きく、で足元側が背が低く、また幅が狭くなって軽量化を狙っているようです。で、そのフレームの下にアウターおよびインナー一体の膜体を吊り下げる構造になっています。
出入り口は単辺方向に1箇所のみですね。また、このテントの場合は、室内空間を拡張するための1本の短いリッジポール、これがありません。それだけ軽量化に振っているのだと思われます。テントの寸法を確認してみますと、インナーテントの長辺方向が215センチ、インナーテントの最大幅が130センチ、最小幅が120センチと、一人で利用する場合は、大型のツーリングバッグ2個をテント内に収納できます。テントのパッキングサイズは45センチ ×14 センチ。40センチを上回ってますが、これはおそらくポールの最小寸法のせいだと思います。総重量は 1.7kg ということで、2人用のテントとしてはかなり軽い部類、かなり UL を意識したテントだということがわかります。この動画作成時点12月初旬の Amazon での実勢価格はブラックフライデーセールということで 11,925 円。これだけハイスペックな UL テントがこの値段というのはなかなかなコスパの高いテントだと思われます。ウェブサイトの映像から見た私の所感としては、ネイチャーハイクのクラウドアップ2プロをアウターボール式にしたようなそういうイメージのテントですね。2人用のテントを1人で使用する場合であれば、天井部分のスペースがそれほど広くなくても気になるものではなく、また荷物は十分テント内に置けるので、1人で使う UL テントとしてはなかなか理にかなってるんではないかなと思いました。私の好みは出入り口が長辺側にあるのが理想ですので、そこだけちょっと引っかかる部分ではありますが、とても魅力的なテントだなと思いました。このテントもポチっちゃいたいんですけれどもね。私は今このモビガーデンのテントが非常に気になってまして、実際の使用感などぜひコメントをいただけると嬉しいです。視聴者さんの推しテント18番目はモビガーデンのソロ UL テント2人用でした。カブじいさん。視聴者さんの推しテント19番目はネイチャーハイクのウィンドハイクポップアップテント1人用になります。このテントは今まで紹介してきた3つのテント、アウターフレーム構造の設営撤収が簡単なテントとは異なり、インナーフレーム構造なのですが、いわゆるポップアップ式のテント、折りたたみ傘のようにワンタッチで展開、撤収ができるテントになります。テントの構造としましては、まずフレームに関しては今までの2本のポールをクロスさせるドーム型、もしくはWY 字フレームのポール型とは異なる、いわゆる一般的に言われているとこの魚座式のフレーム構成と見て取れます。それを折りたたみ傘のように展開できる仕組みにしてあるようです。ダブルウォール構造の自立式ドームテントと言えます。テントの材質はポリウレタンコーティングのポリエステル。厚さに関してはフライ、インナー、ボトムとも記載がありませんでした。フレームに関してはファイバーグラスが用いられているようです。テントの展開の方法は、テントの単辺側2つのフレームが交差する部分にあるこの黒いプラスチックパーツについている紐を思いっきり外側へ引っ張ることによって折りたたまれていたファイバーグラスポールが折りたたみ傘のように展開する仕組みになっているようです。テントを折りたたむ際には紐を思いっきり引っ張った後、このプラスチックパーツにあるスイッチを押し込んでポールのロックを解除してテントを畳む仕組みになっているようです。テントの寸法を確認しますと、全長が 200cm、幅が 68cm ということで、人一人がギリギリ眠れるサイズになります。ですので、テント内に荷物を置くことはちょっと無理ですね。また前室の奥行き55センチということで、前室もそれほど広くありません。収納サイズは46センチ ×15 センチということで、折りたたみのポップアップテントとしては意外とコンパクトですね。重量も 1.5kg と、ワンタッチ式のテントとしてはかなり軽量な部類に入ると思います。一人で荷物があまりない場合ですね、このポップアップテントはなかなか使い勝手
手がいいかもしれません。このポップアップテントは横幅68センチと非常に狭いんですが、それには実は意味があって、一般的な使い方、つまりこの映像のように地面にテントを展開して使用する。その他に、このようにコットの上にこのテントをそのままボソッと置いてですね、就寝スペースとして使う。また、コットの上に乗せていることによって椅子としても使える。そういった多様性のあるテントになります。このようによく見てみますと、このテントも使い勝手が良さそうな、なかなか面白いユニークなテントだと思いました。この動画作成時点12月初旬の Amazon での実勢価格は 19,990 円となかなかなコスパだと思います。このテントを実際に使われている視聴者の方、ぜひこのテントのメリットデメリットなどをコメントいただけると嬉しいです。視聴者さんの推しテント19番目はネイチャーハイクのウィンドハイクポップアップテント1でした。カブじいさん。はい。今回は設営撤収が超簡単なドーム型のテント4つを紹介してきました。いろいろ個性的なテントでしたね。皆さんどう感じられたでしょうか？この他にも設営撤収な簡単なテントっていうのはまだまだあるかと思います。もしこんなテントもあるよみたいな推しのテントありましたら、ぜひコメント欄で教えていただけると大変嬉しいです。次回は視聴者さんの推すツーリング用テント第4弾ドーム型テントあれこれです。このカブチーさんチャンネルは週末土曜日不定期で公開しています。次の動画公開時皆さんにお知らせが届きますように、ぜひこの機会にチャンネル登録とベルマークをクリックしてお待ちください。それではまた次回お会いしましょう。カブチーさんでした。